不動産屋さんの怪談です。今回は私の怪談仲間でかつ同じ不動産屋の怪談師ノンストップクソ&シガーさんからいただいた彼自身の体験談を私が語らせていただきます。少しお名前が長いのでここではシガーさんとしておきます。それは忘れもしない2007年のことだったそうです。シガーさんは不動産屋で怪談師さんであるだけでなく大変な釣り好きで知られています。そんなシガーさんはその年イミテーションの餌ルアーのテスターをしていたそうです。特にそのテスターの目的の中でも自分の作ったルアーで大きな魚を釣ってそれを宣伝しルアーを買ってもらうということをしていました。そこで大きな魚が釣れそうなまだ開拓されていない未踏の釣り場を Google マップを駆使して探していました。するとちょうど良さそうな川がやっと見つかり、同じような釣りマニアに知られてしまうので、シガーさんは人目につく昼間ではなく、深夜にそっと一人で行ってみたそうです。そして案の定、釣り好きの勘が大当たりで、ブラックバスがバンバン釣れました。シガーさんはその模様を早速 SNS で配信し、視聴者からは当然場所を聞かれましたが、教えず秘密にしたそうです。でもそれでよかったのかもしれず、これから話すことにつながるのかもしれません。さて、そんなある日、シガーさんの中学時代の友人で、仮に A さんとしておきますが、その A さんがバス釣りを始めたいと言ってきました。そしてどこかバスが釣れる場所に連れてってほしいということで、シガーさんは考えました。先日見つけたあの穴場に連れて行ってもよいのですが、過去の経験上、相手がどんなに秘密を守ると約束しても、大抵ポロッと口が滑りバレてしまうものなのです。そこで現地まで目隠しをして、シガーさんの運転で行くという条件なら連れて行くということになり、A さんは承諾したそうです。そしてその年のお盆休みの8月12日、シガーさんと A さん2人は深夜にその穴場に到着しました。時間にして夜中の2時半ぐらいだったそうです。2人は上流に車を止め、早速道具を下ろして川岸に向かいました。その川は幅10メートル弱ぐらいと狭く、周りは民家もおそらく1軒くらいしかなく、川の周りは畑でその間を農道が通っていました。川を渡る橋は一つありましたが、そこにポツンと水銀灯が一つ立っているくらいで、辺りはかなり薄暗かったそうです。さて、2人が川岸で釣りの準備を始めた時でした。人の話し声が聞こえてきたのです。シガーさんたち2人は、あれ、先に来とる人がいるのかとちょっと困りました。というのも狭い川ですから、釣り場もそんな広くなく、釣り人同士が大抵思うのは、先に来た人たちにとって後から来たシガーさんたちを迷惑に感じるそうなのです。先客かどうするなどとシガーさんと A さんは釣りの準備をしながら話していました。するとしばらくしてシガーさんは気がついたそうです。どうもこの話し声は釣りに来た人ではなさそうでした。普通釣り人の場合、竿を投げるパスパスという音がするものなのですが、そういった音が全く聞こえませんでした。それによく聞くと、それは男女の楽しそうな話し声で、シガーさんは、ああ、お盆休みで帰省してきた人たちが川辺でお酒でも飲んでるのかと思いました。そこでシガーさんと A さんは安心して釣りを始めたそうです。まず上流からスタートして少しずつ釣り場を移動しながら下流に行き、橋を渡って反対側に渡り、また上流に移動していき、車に戻るという具合でした。2人が川辺を下流に向かって歩いていくと、シガーさんはまたふと妙なことに気がつきました。さっきからあの男女の話し声がずっと聞こえているのです。どこから聞こえてくるかはわからなかったのですが、
普通シガーさんたちが動く場合、彼らに近づけば話し声は大きくなるし、遠ざかれば小さくなるはずです。ところがずっと強弱なく同じ距離感の話し声が聞こえるのです。シガーさんと A さんは、あの話し声ちょっとおかしくない?などと言い、少し気味が悪く感じながらも先に進んでいました。しばらくして少し先に小さな小屋が見えてきたそうです。それは向こう岸に渡る橋の左脇にある農機具をしまっておくような小屋でした。するとシガさんたちの話し声に反応したかのように、突然小屋の中からバン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 と誰かが壁を激しく叩く大きな音がしてきました。シガーさんは階段的にはぎょっとするところですが、意外とすぐ誰かがいたずらで閉じ込められていて、自分たちが来たので助けを求めていると思ったそうです。そこで A さんに釣り竿を預け、誰かが閉じ込められてるようだから助けてくるわと言って畑の中に入って小屋の方に行きました。その間も小屋の中からはバンバン叩く音が続いていたので、シガーさんは中の人に大丈夫と声をかけました。するとその瞬間ピタッと叩く音が止まったそうです。シガーさんはすぐライトで照らしながら小屋の周りを調べて入り口のドアを見つけました。鍵がかかっているだろうと思いながらドアに手をかけると、鍵はかかっていませんでした。なんだ、開いてるんじゃないかと不可解に思いましたが、開けますよと声をかけました。でも中からは何の反応もなく、シガーさんは妙に感じましたが、そっと開けてみたそうです。中を覗いてみると、そこには誰もいませんでした。農機具があるだけでシガーさんは困惑しました。急に少し怖くなり、すぐ A さんの方に向かっておーいと呼んだそうです。ところが A さんは自分の呼びかけを無視しているのです。シガーさんは急いで A さんのところに駆け寄り、おいおい無視すんなよ、誰もいなかったよと伝えました。すると A さんはそれには全く無関心で、一点を見つめたまま、それは縁やけど、あれなんやろと言って指さしました。A さんが指し示す方向には橋にある水銀灯が見えました。そしてシガーさんはハッとしたそうです。その水銀灯のぼんやりとした明かりの下に緑色の人らしきものが見えたのです。その緑色の人らしきものは片手を上げているように見えたそうです。シガーさんはすぐに本当に人が立っているのではと思ったそうで、ライトで照らしてみたそうです。するとライトで照らされたそこには誰もいませんでした。たった今シガーさんと A さんには片手を上げたポーズの緑色の人がぼんやり見えていたのに、ライトで照らすといなくなっていたのです。二人はどういうこととなってライトを消すと、また緑色の人がぼんやりと浮き上がってきました。そんなバカなと思い、またライトで照らしてみると、やはりそこには誰もいませんでした。いよいよわけがわからなくなった二人は、また何度かライトをつけたり消したりすると、ライトを消した時だけ緑色の人は浮き上がって見えました。すると次の瞬間、二人は同時に気がつきました。その緑色の人はだんだん近づいてきていたのです。あれ、なんか近づいてない？ライトを消すたびに一歩また一歩という感じで、少しずつ少しずつシガーさんたちに近づいていたのです。二人に緊張が走りました。すると二人とも対岸の方に妙な気配を感じたのか、無意識にその方向を見たそうです。シガーさんは自分の目を疑いました。そこにはたくさんの片手を上に上げた同じような緑色の人がいて、
農道からシガーさんたちの方に近づいてきていたのです。二人はその場に固まってしまいました。一呼吸置いてシガーさんが走れと叫びました。二人は全速力でその場から逃げたそうです。そして必死で車まで走って戻ると、二人は慌てて道具を車に放り込み、息を切らしながら見た見たと今見たものを確認し合ったということでした。シガーさんは日頃怪談を語っていますが、こういったおかしな現象には懐疑的で、どちらかというと否定的な方なのですが、さすがにこの時は何だったんだろうあれと驚愕したそうです。シガーさん一人が見たのではなく、A さんと二人ではっきり見たので、勘違いや幻想ではないことは確かでした。そこで後日あの釣り場を知っているもう一人の別の友人に連絡して、シガーさんたちが体験したことを話してみました。するとその友人は驚きもせず、当たり前だという感じで、あそこは病院跡地なんだよということで、緑色の人というのは緑色の手術服の姿を見てたのではないかと言われたそうです。さてこの話にはシガーさんらしく後日談がありました。毎年夏が来るとシガーさんは現地怪談という催しをやっているのですが、それは怪談のモデルになった場所に行き、ライブでその怪談を語るというものでした。そして忘れもしない5年前のこと、同じお盆休みの8月12日にシガーさんは例の釣り場に行き、インスタライブをしながらあの日を再現していました。そして水銀島の近くに行くと、この辺りで緑色の人を見たんですと話したそうです。すると、まだいるじゃん、橋の上に人がいるというコメントが来たのです。シガーさんに戦慄が走ったそうで、ライブ中にもかかわらず急いでその場を離れました。さてそのライブ中にコメントをくださった視聴者さんは、緑色の人が見えた瞬間をスクリーンショットに撮ってシガーさんに送ってくださったそうです。それを見てさすがのシガーさんも全身鳥肌が立ちました。それは片手を上げて立っている緑色の人がぼんやりと写っている写真でした。私は即シガーさんにその写真どうしましたと聞くと、データの入っていた携帯を池に落としてしまったというので、見たかったと残念に思いました。そういうわけでここでご紹介できませんが、シガーさん曰く彼の怪談イベントで当時の観客の方たちにはこの話をした時は必ず写真を公開していたそうですので、たくさんの証人の方がいらっしゃるということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。